皆さんこんにちは、吉田浩司です。今日は長期政権安倍内閣、安倍政権がついに終焉を迎えたということで、そこについてお話をしてくれと言われたので関係ではありますが、私の見解を述べたいと思います。日本の首相というのはコロコロ変わるのが常でしてですね、僕の記憶しているところでは90年代ですね、細川内閣が発足して、細川、八田、村山と本当にもう1年ごとにコロコロ変わって、で橋本龍太郎が総理大臣になったと思ったら、小泉政権はね比較的長期政権になりまして5年6年続いたんですが、その後安倍麻生と続いて、これも安倍さんすぐ辞めたでしょ。で麻生さんもすぐ辞めて、今度は政権交代で民主党になったら鳩山、菅、野田とまたコロコロ変わって、で安倍さんになってやっともう6年7年か歴代最長の内閣政権となったわけなんですけれども、あまりにもね頻繁に総理大臣変わるんで、よく海外のメディアとか一体日本の首相は一体誰なんだと、誰と話をすればいいか分からないというのはよく揶揄されたんですけれども、逆に安倍さんがねずっと7年以上にわたって政権を持ってくれたので、国際的な発言力も日本高まったと思います。アメリカのトランプ大統領の常に横に座ってですね、しっかりと物を言うことができる政治家というのはね、世界を見ても安倍さんを置いて他にいらっしゃらなかったと思いますんで、日本の外交の顔といえば安倍晋三、トランプ大統領もあるいは習近平国家主席も安倍の言うことだったら聞こうかというような場面も、特に去年の G20 ね大阪でありましたけれども、そういう安倍晋三が言うならじゃあ聞こうかというような場面もよく見られましたので、そういう日本のリーダーが内閣総理大臣の座を去るというのは我々日本人にとっても感慨深いものがあります。安倍さんがなんで辞めたのかっていうのは諸説あるんですけれども、ご本人がおっしゃってる通り、健康問題と、第一次安倍内閣の時も安倍さんは腸のね病気を患っていらっしゃって、一回お辞めになったんですけども、その後新しい薬が開発されて、それによって病状が安定したのでもう一回政権を取るということで、実際ねそのお薬の効果によって安倍さん精力的に外交もこなされてきたんですが、また残念ながら同じ病気が再発してしまったということで、安倍さんはですね、報道によると途中で投げ出したとか、アベノマスクが失敗したからだとかバカなこと言う人もいるんですが、彼はね辞めたいという気持ちはさらさらなかったと思いますよ。だって彼の悲願は鉄頭鉄尾憲法改正ですから、この宿願を達成することなく憲法改正の悲願を達成できず、途中で政権を投げ出すことになった安倍さんの心中はもう察するにあまりあります。ずっと戦後宙ぶらりになってきた憲法改正、これを安倍さんはなんとか達成しようと、あるいはこれも自民党の自由民主党の討議案でありますから、自衛隊の存在を憲法に書くということが結局ならなかったと。それからもう一つ安倍さんが心を砕いてこられたのが、皆さんご承知の通り拉致問題ですね。北朝鮮に拉致された多数の方々をなんとか奪還するんだということ、これ安倍さんずっとライフワークとして取り組んでこられた。でこれも結果的に去年今年横田さんお亡くなりになりましたが、志半ばで政権を投げ出さなくてはならなくなった、本当に安倍さん忸怩たる思いだと思います。でJNN かどっかの調査によりますと、安倍さんが辞任すると、辞めると言ってから内閣の支持率が急上昇したと、20数%も上がると。こんなことはこれまで過去に、ありえなかったことなので、国民が何でしょうね、安倍さんが総理大臣の座にあるということにある種慣れきっていてですね、安倍さんもねやっぱ長期政権脇の甘いところもありました。よく権力は必ず絶対、権力は絶対に腐敗すると言いますけれども、これだけね長期政権続くとね、やっぱどんどんね腐敗じゃないですけれども、ある種のきしみが出てきました。いわゆる盛りかけ問題、あるいはアベノマスクもそうですけれども、安倍さん、特に官邸を取り巻くね官僚の皆さんがみんな安倍さんを忖度するようになってしまって、安倍さんの意図しないところで、安倍さんが全然タッチしないところで、その官僚があるいはその取り巻きが独断で判断してしまって、いろんな問題が噴出していたというようなところがあったんですが、この7年間を振り返ってみたら、やっぱり安倍さんでよかったんじゃないっていう国民の方が実は多かったと。コロナ対策なんだかんだ言って結局よくやってるよね、でアベノミクスなんだかんだ言って景気良くなったよね、株価上がったよねっていうような実感を改めて多くの日本国民が持ったんだろうなというふうには思います。次の総理大臣は一体誰なのかと。で、今日は9月の10日なんですが、下馬評では菅さん、今の官房長官が圧倒的多数で当選するんだろうということで、9月14日に自民党の総裁選が行われます。で、内閣総理大臣の決め方というのは台湾やアメリカとはちょっと違うと、だいぶ違うということなんですが、アメリカの場合はそれぞれの州で代表を決めて、その代表が4年に1回大統領を選ぶと。で、中華民国台湾の場合は、これもまた同じ年ですね、4年に1回、オリンピックイヤーと台湾の
の総統選挙とアメリカン大統領選挙って毎度同じ年にありますが、直接選挙で選ぶというような取り決めになってますが、日本の場合はですね、これ議員内閣制でありますから、天皇が任命すると、内閣総理大臣を任命するという形になってまして、事実上国会議員がみんな集まって議員の投票で決めるということは、実質的に言うと、その議会において一番多くの議席を持っている政党の総裁、一番偉い人、代表なり総裁が自動的に内閣総理大臣になりますよということになります。なので我々国民が直接で投票することはできないわけです。我々は代議士、つまり国会議員を選ぶ選挙で投票することはできますが、内閣総理大臣を決める投票を直接することはできませんと。で、今日本の国会において一番大きな勢力を占めているのは当然自由民主党でありますから、その自由民主党の中で誰が立って誰が一番票を集めるのかというのは毎度総理大臣を決めるプロセスになります。具体的に言うとですね、どういうプロセスで決まるかというと、自民党というのはこれ派閥なんですね。なんとか派なんとか派っていうのがいっぱいあって、例えば安倍さんが所属しているのはこれ清和会、岸信介さん、安倍さんのおじいさんですねに始まる親米路線、いわゆるタカ派路線ですね。日米同盟を最重要して反ソビエト、あるいは共産主義と戦うんだというような比較的タカ派の清和会もあれば、その真逆にですね、比較的ハト派な宏池会という自民党の奥下集団とも言われます宏池会っていうのがあったりとかですね、竹下派の経世会とかですね、いろんな派閥があってですね、今回も今の最大勢力細田派、いわゆる清和会は安倍さんの出身母体だったんで、下馬評でいくとですね、今回岸田さんを推すんじゃないかと。岸田さんというのは清和会、細田派の議員でずっとですね将来を嘱望されてたんで、安倍さんがお辞めになった直後ぐらいは次の総理大臣は多分岸田さんだろうなと。細田派が最大派閥ですから、岸田さんが順当にいけばなるんじゃないかなとみんな言ってたし、当の本人の岸田さんも多分僕がなりますみたいな表情で記者会見に臨んでいらっしゃったんですが、急転直下でですね、今の内閣官房長官である菅義偉さんが動きまして、二階さんですね、今の自民党の幹事長ですね、二階さんが菅さんと会談をして、麻生派ですね、麻生派であったりとか細田派であったりを切り崩しにかかったと。でも当の安倍さんがですね、次の総理大臣自民党総裁誰がいいですかって聞かれて明言を避けたと。そこでもし次は自分の出身母体でもあります細田派から岸田さんに投票したいと思いますと仮にね安倍さんが言ってたら、これはまた状況変わってたと思いますが、当の安倍さんそう言わなかったんで、その後河野太郎さん出る出ない、彼はねインターネット上で非常に人気が高いですから、で河野さん出るかって言って彼も出馬断念と、まだ若いということで断念されたということで、本当にねあっという間、本当に3日4日で情勢が変わって菅さんにほとんどの票が集まる目算になりました。一方ね、ずーっと総理大臣になりたいって言ってるのはこの石破茂さんなんですが、彼はね地方では人気があるんですが、国会議員の人気が非常にあまり良くないと。なんでかっていうと、彼は一回自民党をね出てるんですよね。90年代なんですけれども、自民党をね彼は一回裏切ってるんですよね。裏切って外に出ちゃってると。でまた出戻りで自民党に戻ってるんですけれども、そういう一回裏切ったような人をですね、あんま自民党というのはよく思わないというところがあって、国会議員の中でもですねあんまり人気がないと。で何よりこの石破さんというのはここ7年間8年間ずっと安倍さんの批判ばっかしてきたんで、安倍のミックスはダメだと、盛り上げ問題ちゃんと追及しろと、ずっと安倍さんの批判ばっかしてたんで、要は安倍晋三さんからするとですね、とにかく石破茂にだけは総理大臣させないと。これはね彼の執念というのはね背景にあったと思いますよ。いろんなね憲法術数がこの3日4日5日のうちに動きまして、本当あっという間に電光石火で菅さんに細田派であったり麻生派であったり、菅さんって派閥入ってないんですけどね、派閥所属してないんですけれども、主要派閥がほとんどが菅さんに集まることになりまして、これを公開する時はもう多分決まってるのかな、菅内閣総理大臣が誕生してると思います。でこれね、我々日本人面倒くさいのがですね、実は10年前にそれこそ311東日本大震災が起こった時の日本の総理大臣誰か覚えてますか？菅直人っていうんですよ。この菅っていう漢字とですね、菅さんの菅っていう字同じなんですよ、漢字が。なので読むとね同じなんですよ。中国語で言うとジェンって言いますけどね。なんで多分今後ですね、菅首相と菅元首相ってこれすっごいややこしいんで、新聞とかの表記は大変になるかなと思いますね。
安倍さんの辞任で日台関係どう変わるのという話なんですけれども、日台関係というのは日本にとってはですね、アメリカと中国どちらと仲良くするのと、どういうようなバランス取るのっていう、それがトッププライオリティであって、日本と台湾の関係っていうのはですね、その次に来ると思います。これは台湾にとっても同じで、例えば2008から2016まで馬英九さんが台湾の場合相当になりましたが、その時はアメリカとよりも中国との関係を強化しようというところで中台関係を、特に経済的に関係を深めていったと。結果的に日本との関係が比較的疎遠になったという時期もありましたが、台湾にとってもまずはアメリカと仲良くするのか、あるいは中国と仲良くするのかというこのバランスが一番トッププライオリティで最重要であって、別にですね、台湾の皆さんにとって日本が最重要戦略的な相手国ではないと思うんですよ。日本にとってもそれは同じでして、結局アメリカが中国がどっちの方を向いた政治をするんですか、どっちの方を向いた外交をするんですかというのが一番大事であって、次の政権仮に菅さんでなるのであれば、おそらくは安倍さんと同じような外交路線を踏襲するんでしょう。そうなると日米関係を重視しますよ、中国に対しては比較的厳しい態度で臨みますよというようなことで、そういった政治が踏襲されるんだと思います。安倍さんのね、その外交路線っていうのがそもそもおじいさんがね、岸信介さんが日米安保、国民のものすごい大きな反対を押し切って通したのが岸さんですから、その外交路線もその DNA を受け継いできたと言っても過言ではありません。例えば蔡英文さんが日本に来るとかですね、次の菅総理が台湾に行くと、これは絶対無理なんで、もう中国がそんなの許すはずがないんで、基本的原則的には政治的交流というよりは経済的交流、民間の交流が日台関係においてはメインになっていくんではないかなとは思います。僕は一事業者というか会社経営する身としては、そんなに政治に何かを期待するではなくて、着実に自分のできる草の根の交流の機会を増やせるよう貢献していければなというふうに思っております。今9月10日時点で次の自民党総裁、つまり内閣総理大臣が誰になるかってまだ分かりませんが、まずは安倍さんお疲れ様でしたと、ぜひ次の総理大臣期待したいと思います。ということで長々と喋りましたが、以上とさせていただきます。チャンネル登録がついに2万人に迫っているということで、本当にありがとうございます。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。